空が青いな。はい、おはようございます。今日はね、11月の23日日曜日でございます。はい、ということで、今日はねこちらね、昨日棚ね作りましたので、こちらね、今日はね商品をね陳列して、午後はですね古民家またね解体行ってまいりたいと思います。はい。そしてね、明日はね、ちょっといつも来る鹿の子さんがね、熊肉バーベキュー誘われてますんでね、はい、ちょっとそちらもね、行っていこうかなと思っております。あとね、この近くでもみじロードってあるんですけど、紅葉が綺麗なところがねあるんでね、来週ぐらいですかね、見どころがね。はい、ということで、その紅葉のね、シーンもね、ちょっと取材できたらいいなと思っております。はい、ということで、本日もよろしくお願いいたします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。今日はね写真撮っていきたいと思いますが、 CD でございます。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それではね、ちょっと棚作ったんですけど、ミニカーですね。ミニカーを、ショーウィンドウ的にね外に向けて、陳列するために、ちょっとねここに外側にねこのようにちょっとね棚を作って、小さい棚を作ってね、外に、陳列できるように、ちょっと外に向かって陳列できるようにちょっと棚をね加工したいと思います。はい、ということでね、リサイクルショップの窓側の棚ね完成したんですが、陳列を始めましたらですね、ミニカーを置く場所ないなということで、急遽ね、ちょっとガラス面側に小さいね棚を作って、ミニカーを陳列する棚をね、作ろうかなということで作り始めました。はい、ということでね、またこれもね、細かくいろいろ切り替えて、つけなきゃいけないんですが、これね今作ったんですが、どうやら1820、ベニヤだけ置くとですね、真ん中がたるんじゃうんですよね。ですので真ん中にね1本 E 日産をね、今入れました。はい、そしたらね結構しっかりということで、E 日産を真ん中に補強材として入れて、ベニヤを上から貼ると、そういうような感じでね、やっていきたいと思います。はい、ということでね丸のこでイニさんを切りまして、そしてね、ビス止めしていきます。
ビスのね2本打つと、こうねじれがねなくなりますんでね、はい、これでしっかり止まります。そして天板をね、ところどころね柱、等を当たりますんで、マルチツールで切り替えていきますね。はい。そして、ピシャリ決まったようですので、上からね、ビス止めしていきます。はい。はい、これでね、中段の棚、ここから先ね、ここには大きい荷物が置くんで、はい、中段の棚作りました。今度こっちも作っていきたいと思います。小さいね、ピースを、壁に当てまして、はい、そしてね、まあ補強材を入れまして棚を作っていきますね。はい。でね、まあ大体ですね、内装屋さんっていうのはですね、こういう形で作っていくんですが、さらにですね、この化粧板と言われるね、この、骨組みに対して、化粧をしていくということで、普通のですね、内装屋さんは、まあやっていっておるわけでございます。プロのね内装屋さんはね、ただですね、化粧をやっていくとですね、通常の材料の、3倍4倍5倍ぐらいの値段がね、してきますんで、まあ基本的にはですねやはり、高くなっちゃうわけですね。でこのベニヤのね、ままだと嫌だと言われるお客さんも結構いるわけでございますね。はい、ということでね、窓際のね棚を作りまして、はい、そしてね、とにかくね、荷物を詰め込みました。はい、ということで収納力が上がったんでしょうか。まだね収納しないところもありますが、で表側がね、はい、こんな感じになりました。ね、ここにミニカー飾って、表からもまあね何があるか分かるようにいたしました。ということで以上です。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。一応ね、棚、窓際の棚完成いたしまして、荷物を並べました。はい、ということで、午後からねまたちょっとね古民家の方のね、解体に行ってまいりたいと思います。ということで、本日はありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月月で、ドローンいたします。古民家にドローンということでね、午後から古民家の方にやってまいりました。はい、なんか寒くなってきたんですけどね、はい、解体やっていきたいと思います。はい、ということでね、古民家、お風呂ね、トイレ、土壁解体が終わりましたんでね、いよいよ奥のね、一番非常に僕がやだなと思っている、押し入れでございます。はい、これがね1段2段、そしてその今映ってないさらに上も、あるんですが、もうボロボロなんですよ。はい、ですのでね、嫌なんですが、まあしょうがない、やるしかないということでね、はい、解体していきます。はい、もうね、それぞれの底板がね、
もうボロボロで抜けちゃってるような感じで、いわゆる薄ベニヤってやつですかね。薄ベニヤはねやはり、年月経つともうボロボロでございます。ということで、一個一個ね、釘を抜いて壊していきます。結構この辺なんかも太い材なので、再利用ねしようと思えばできる材料でございますのでね、昔のね、建築はですね、このお宅もそうなんですが、屋根上の梁とかね、結構、そのまま中古でね、どこかから持ってきてつけたなというような梁がね結構ございます。ですからやはり昔はねリサイクルされてたわけでございますね。ですのでリサイクルするとですね、やはり安く済むわけでございます。ところがですね現代人はですねなんか何でもかんでもきれいにしたいとかね、新品じゃなきゃ嫌だみたいなね、そういうことをほざくもんですから、そうするとですね、徐々に高くなっていくわけですね、建築費が。ですので、皆さんね安い方法というものもありますのでね、あまりこだわる人は、高くつくと、それでね良かれと思ってやってる人もいると思いますが、結構ですね、2倍3倍しちゃったり値段がしたりしますんでね、注文住宅なんていうのもありますけど、注文住宅すればですね、建設費が非常に高くなるということでございます。こだわればこだわるほど、高くなりますんでね、その辺をねしっかり認識して、お金があるんであれば構わないんですけども、安く建てたいという旨をね最初から伝えればですね、工事屋さんもですね安くやる方法をいくらでも、考えてくれると思いますので、もしね、家を建てるとかね、内装作るとかそういうご要望がございましたらですね、ぜひ便利屋プラボへよろしくお願いします。なんちゃって、宣伝でしたみたいなね、感じでございますが、とにかくね、ここのね、押し入れが終われば私は気分すっきりでございます。一番なんか嫌だなーって思ってたところなんでね。でこれが終わりましたらいよいよ床をね、壊していきますんで、また引き続きよろしくお願いします。はい、ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。押し入れのね、壁解体いたしました。ということで以上になります。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はね、押し入れを解体いたしました。でこれで一応ね、風呂、トイレ、押し入れ解体全部終わりかなと思います。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月